タンヌー。なんだって？タンヌトゥバ。この国を知っているのは、ハーツ・オブ・アイアンをプレイしたことがある人か、ファインマンさん最後の冒険を読んだ人でしょうか。1921年から1944年までアジアの中心にあったこの小国は、世界で3番目の社会主義国であり、自らの憲法、国旗、通貨を持ち、ついでに切手も発行する、れっきとした独立国でした。しかしこの国は、忽然と世界地図から姿を消します。今回はそんなタンヌトゥバの歴史を見ていきましょう。トゥバはモンゴル高原の西端に位置し、イエニセイ川でシベリアとつながっています。8世紀にこの地に住んでいたウイグル族がトゥバ族の祖先と言われていますが、匈奴、鮮卑、ジューゼンやフィン族が祖先という説もあります。12世紀にモンゴル帝国に服属し、モンゴル人と同化。その後は、オイラトのジュンナルに服属しますが、これが秦に滅ぼされ、トゥバは秦のタンヌーリャンハイとなりました。1727年のキャフタ条約で外モンゴルでの秦と帝政ロシアの境界が確定されると、タンヌーリャンハイは対ロシアの最前線となります。サヤン山脈で金鉱脈が発見されたこともあり、ロシアの入植者はどんどんトゥバに近づいてきます。トゥバの経済は次第にロシア人入植者との交易に依存していきます。そのような中で、秦のトゥバ統治はあっけなく終わりました。1911年10月10日に辛亥革命が発生すると、12月にモンゴルが独立を宣言。これに乗じて、トゥバにおいても中国人排斥の動きが起こります。12月、タンヌキのゴンボドルジが他の木の指導者らと共に独立を宣言し、ウリャンハイ共和国が成立します。ゴンボドルジはロシアに出兵を要請しようとしましたが、国内ではボグドハーン政権への併合を求める者もおり、この時これは叶いませんでした。しかし、最終的には、ゴンボドルジの請願を受けて、ニコライ2世はトゥバへの出兵を決定。1914年にロシア保護領ウリャンハイ地方になります。中華民国は抗議しますが、第一次大戦が始まっていたこともあり、国際社会は耳を傾けませんでした。しかし、その大戦中にロシア革命が発生し、帝政ロシアは崩壊。これに乗じて、中華民国は外モンゴルの占領に乗り出します。ロシア外戦期に入ると、白軍と中華民国軍がトゥバにまで侵入してきます。ソビエトロシアはトゥバ族による国家建設を決定。イワン・スミルノフラシベリア革命委員会による工作が始まります。1920年、赤軍は首都ヘムベルドゥイルを占領。そして、1921年8月14日、7つの木の代表とボルシェビキの協議の末、貴族のブヤンバドゥルギを主犯とするタンヌトゥバ人民共和国が建国されます。一時ソビエトは、モンゴル人民革命党の求めから、ウリアンハイをモンゴルに割譲することも考えていましたが、最終的に中国との間の干渉国として利用することにしました。しかし、共和国の指導者は、主に貴族や僧侶です。そのため、ボルシェビキは、1922年に、トゥバ人の革命党であるトゥバ人民革命党を組織します。しかし、党の指導者になったドンデク・クーラーも、チベット仏教の僧侶です。一応は人民革命党一党独裁の反資本主義国家が確立されたものの、ソビエトはこの党を強化し、ボルシェビズムに染める必要がありました。1925年、モスクワの東方勤労者共産大学クートベにトゥバからの留学生が受け入れられました。サルチャクとかヘルテク・アンチマとかもこの留学団の一員でした。この間にトゥバ人民共和国に改称し、国旗や国歌が制定されます。また、クーラーは仏教の国教化と神権政治を導入しようと画策しました。1929年にサルチャクトからクートベ留学組が帰国すると事態は変わります。スターリンのテこ入れで人民革命党第2回大会においてトカたちは党の特別委員に就任します。彼らは早速党内の粛清を開始しました。この年のうちに左派がクーデターを起こし、初代主犯ブヤンバドゥルギなど党と政府の指導者らを逮捕。1932年には反革命人民の敵としてブヤンバドゥルギ、ドンドゥク・クーラーらが処刑されました。1932年、サルチャクトカは病気のシャグディルチャプに代わって書記長と首相に就任します。スターリニズムに燃える彼は我が国民が偉大なるソビエト連邦の諸民族と再統合されることを望むと公言していました。しかしトゥバ国内はソビエトに併合されるには貴族や僧侶が強く、まだ分離主義者も存在します。プロレタリア独裁を強固にし、集産主義体制を打ち固めることが彼の役目です。彼は、同中央ウクートベ出身者で固め、反右派闘争を開始します。1936年には、内務省に強力な権限を与え、反革命分子の摘発を強力に推し進めました。
彼らはスターリンの大粛清を藩に取り、人民の敵を次々に検挙していきます。手始めに、1938年2月、当のカラサル・ピリンベイと国立銀行総裁のオユンランチャを主会とする反革命トロツキスト陰謀集団を検挙。彼らは、トカを書記長に選出しないよう工作しようとしていました。8月には反革命容疑で、党のセレン、通商大臣ロプさん、造兵局長特担、次席検事選議軸、ショーフラル参事官スンガロールを逮捕。さらに追加で、外務大臣チュルミットダジーとショーフラル2長ケムチクオールを逮捕。彼ら9人は、日本への併合と封建制の復活を企み、反革命活動を行った人民の敵として訴追され、見せ物裁判の末家刑に処されました。これを9人事件と言います。このような党内粛清は1938年中続けられました。党内の粛清が済むと、今度は一般市民に弾圧の手が向きます。仏教徒やシャーマンです。最終的に少なくとも1200人、多くて人口の 8% にあたる9万人もの人々が人民の敵として摘発されるに至りました。1941年、ナチスドイツがソビエトに侵攻すると、ダンヌトゥバは真っ先にドイツに宣戦布告しました。ダンヌトゥバが参戦表明したのは、イギリスよりも数時間早かったといいます。この時、ダンヌトゥバの兵力はわずか489人でしたが、8000人の義勇兵を仕立てて派兵しました。時代遅れのトゥバ騎兵隊でしたが、その突撃はドイツ軍に多大な恐怖を与えたといいます。そして、1944年、ショーフラルはソビエトへの併合を求める決議を採択。ソビエト側もこれを承認し、トゥバ人民共和国は23年の歴史に幕を閉じました。この背景には、ドイツの敗北が明白な状況であり、来日参戦へ向けての下地作りのためだったのだと考えられています。その後のトゥバは自治州を経て1961年にトゥバ自治ソビエト共和国、ソ連崩壊後は一時独立するもトゥバ共和国としてロシア連邦構成共和国になり、現在に至ります。トカ夫妻はトゥバ共産党指導者として生涯を終えました。ところで中国のトゥバに対する総主権はその後どうなったのでしょうか。中華民国も中華人民共和国もトゥバを正式承認したことはありません。中華民国はトゥバとモンゴルは現在でも自らの領土であると主張していて、2004年まで発行されていた中華民国全図にもタンヌーリャンハイとして掲載されていました。一方、中華人民共和国はソ連、ロシアとの条約関係においてはトゥバの総主権を棚上げしています。終わり。